こんにちは。本日は猫のサンタさんの作り方をご紹介します。通常はですね、頭と体の芯に使うビーズは同じサイズのものを使用して作ることが多いんですけれども、今回は頭に 8mm、体に 6mm という頭でかじに仕上げたので、いつもよりもさらに愛らしい感じに仕上がったと思います。くにくにっと猫ちゃんらしい尻尾がついています。で、帽子もですね、目深にかぶっているのではなく、ちょっと後ろ目にかぶっているようにビーズを配置しています。ここが作る時のちょっとポイントになると思います。この猫ちゃんのお花にグレーのフロストビーズを使用しておりますけれども、映像ではよく見えないかもしれませんので、白猫ちゃんの見本も作ってみました。本日はひとまずこちらの黒猫ちゃんで作り方のご紹介をしてまいります。概要欄に平面図と合わせて詳しい作り方を掲載してございますので、ぜひご利用ください。それではこちらのテグス 1.5 を70センチを針に通してください。で、この 8mm の芯にするアクリルビーズに丸小ビーズで囲んでいきます。こちらのテグスの端はそうですね、6、7センチ残しておいてください。それでは1列目から通します。1列目を通しましたらば、通し始めのテグスを1列目に絡めて、1列目に固定します。こちらで隣の白い列に絡めていくんですけれども、隣の2つのビーズに絡めて、こちらの1つのビーズに針を戻すという方法で、段差を半分にと申しますかね、1個ずらすとガタガタっとこの線がなってしまいますので、2つのビーズに対して1つのビーズはちょっとずらしてつくという風に配置していきたいと思います。それとですね、たまに手から針を手放さないとだんだんとテグスがよれてきて作業がしづらくなりますので、ついつい針持ったままになってしまうんですけど、手から離すと作業がしやすくなります。テグスがよれるとか癖がつくっていうのは一番作業が滞る原因なんですね。こちらは、この猫ちゃんのうなじ側になるんですけれども、この列が一番後ろ側の真ん中の列となります。ここが、後ろ中心で一番赤が数が多くなってます。って言いますのも、お帽子をかぶる時に真上にカパってかぶるよりちょっと後ろにかぶってた方が可愛いと思うので、だんだん斜めになって帽子を後ろにかぶっているように見せるという理由です。ではここから、お顔に向かってまたこの帽子の縁を持ち上げてまいりますので、この隣に絡める時に注意しながら進めていってください。今度は上に上がっていきますので、この白い帽子の縁取りの上の赤いビーズと合わせて持ち上げていきます。はい、それでは次は目の列です。これで、次はお花の列なんですけれども、お花の列だけは最後に仕上げたいと思いますので、先に右側の目と目の横の列を作っていきます。はい、ではここで両方の目ができましたので、お花の列を作ります。お花の列は両サイドの白いビーズと絡めてください。
8の字を描くようにします。お花のビーズはこちらでは濃いグレーのフロストビーズを使用しております。はい、これでお顔が囲み終えました。少し帽子が後ろにかぶっているような感じになっているのがわかると思います。それでは耳を作り出します。まずテグスを顔の下の方へ持っていきたいので、どの列でも構わないんですけれども、外側の列を通してテグスを下へ持っていきます。目の後ろの2列後ろの列ですね。このビーズの下から針を入れて、赤いビーズ1つを残したところに針を出します。で、黒いビーズを4個入れて、最初の2個に針を通して、次は1つ飛ばしてこちらのビーズですね、最後の4個目の黒いビーズに針を入れます。で、引き締めましたらば、最後の一番上の赤いビーズに針を通して赤いビーズを2つ足します。こちらのトップの隙間を埋める感じですね。こちらにはでもパールが入りますので必要ないかなとも思うんですけど、とりあえず入れておきます。目の2つ後ろの列の赤いビーズ一番上に針を通します。4個のビーズを通して最初の1個、それから1つ飛ばして残りの2個に針を入れます。そしてこの列の一番下まで針を入れて、通し始めのテグスと仮結びます。2回ずつ絡めてください。テグスはどうしても針があるので緩んでしまいますので、仮結ぶことが大切です。で、結び目と反対にテグスを通しておきましょう。それでは体の作り方に参ります。体は 6mm のビーズと 1.5 号のテグスを55センチ使います。テグスの端を5、6センチ残して、まず1列目から通していきます。1列目を通したら通し始めのテグスを1列目に絡めて固定します。それでは引き続き2列目です。頭の帽子と同様、お洋服の白い縁も揃えていきます。こちらの縁は一直線ですので、先ほどのように斜めにする必要がないので簡単ですよね。白い列の線が整うようにお隣に絡めるということです。こちらがブーツになります。足のところまで針を戻してください。黒いビーズですね。ちょろっと見えているところで、このまま芯のビーズに針を通します。それではボタンの列です。ここで金色のビーズが入ります。反対の足の列です。最後背中の中心の列になりましたので、上下のビーズを共有いたします。こちらの最初のビーズと最後の黒いビーズを共有いたしますので、ここの3個を同じビーズを入れましょう。同じビーズというか同じようにビーズを入れます。そしてお顔の最後の時のように白いビーズのラインのところを8の字を描くようにしてください。
それでは手を作ります。足の列に作ります。足の列の一番上の赤いビーズに針を出して、袖の赤を3つ、袖口の白を1つ、手のお手手になります黒を1つ、そして最後まで戻します。で、一旦針を下に出して、次は尻尾を作ります。尻尾はこの背中の最後に通したビーズの最後に通した列の一番下の黒いビーズに出して9つのビーズを入れます。で、先端を残して4つのビーズに針を戻し、黒いビーズのすぐ上の赤と白のビーズに通して尻尾を留めます。かがり止めるっていう感じですかね。ちょっと持ち上がります。そうすると。そして尻尾の一番最初の1個目と2個目のビーズに針を戻して、で背中の列の最後のビーズに針を入れます。そうするとちょっと尻尾がカーブを描いたようになりますし、一直線に跳ねたようなつき方にもならないのでいいかと思います。では体の中に針を戻して反対側の手を作ります。足の列の一番上、お袖を3つ通して、そしてカフスのところから針を戻します。で、針を体の中を通してテグスを下に引き出し、通し始めのテグスとしっかり結びます。では結び目と反対方向にテグスを通して仕上げに入ります。25mm の T ピンを体の下から通して顔に通してで、帽子のポンポンになるパールを通します。ピンを直角に倒してピンの先端を丸めます。いつもの通りちょっと強力にしたいので、あえてピンの長さは切りません。こっち向きがいいかな。残ったテグスは根元でカットします。はい、これで黒猫サンタさんの完成です。ちょっと尻尾が曲がったかな。それでは本日はこれにて終了です。皆様楽しいクリスマスのためにぜひこの黒猫ちゃんを作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回までごきげんよう。